暗陽の夜叉姫第38話が、東雲の麒麟丸というタイトルだったんだけど、どっちかというと、諸早摂政丸様が主役だったような回な気がしました。まず、前回の振り返りなんですが、諸葉が摂政丸から犬夜叉かごめの封じられた黒真珠を受け取ったんですけど、それを麒麟丸に奪われてしまったので、それを取り返すために攻撃を仕掛けるという始まりでした。けど、諸葉もね、竹千代のお家騒動を乗り越えたことで、ある程度実力を上げていたんですが、さすがに一人では麒麟丸にはかなわない様子で、余裕でね、あしらわれておりましたよと。けど、戦いの振動は近くにいた摂政丸にもね、届いていたみたいで、目覚めたばかりの凛に、時代樹から絶対に出るなよと。絶対に出ちゃダメですよと、釘を刺してから出てきました摂政丸が、とっとと行けばいいものをと言って、来てくれるんですよね。これが多分その諸葉に対してですね、黒真珠を渡したんだから早く親に会いに行けばいいのに、うだうだしていて、麒麟丸に奪われてしまったことに対しての発言かなと思われます。そして、摂政丸が麒麟丸を煽って攻撃の対象を自身に移させようとしていたことから、諸葉に対してはすごい、摂政丸様って気にかけてるシーンがね、多くあるなぁとちょっと感じました。そしてその後はですね、対象を摂政丸に移した麒麟丸と摂政丸の激しい戦いになっていくんですが、ここなかなかね、今までのバトルシーンの中でも、すごいね、気合の入っているところが、あったのかなというのと、やっぱり前戦った時はね、本気ではなかったという表現がね、あったんではないのかなというふうに思いました。で、そこにですね、とは刹那も駆けつけてきてくれて、手伝おうとするんですが、それを諸葉さんが、止めまして、これは私の戦いだと。今もう、摂政丸様が戦ってんだけどね。けど、私の戦いだから手を出すなというふうに言うんですが、それに対し、とわと刹那がですね、何を言ってるんだ。私たちは仲間じゃないかと言ってくれて、この顔をね、するわけなんですけど、嬉しかったんでしょうね。これはその汎用の夜叉姫第9話で、諸葉が刹那たちを仲間と思っていたのに、とうとう刹那は仲間みたいに言われて、いじけてしまったので、仕方ないから、仲間と今は言っておこうかな、みたいなやりとりがね、前あったんですけど、今回はそんな刹那がですね、とわが言うよりも先に仲間じゃないかと、これ反射的に言っていることから、本当のね、言葉なのかなというところですよね。これはね、すごいいいよ。すごいいいし、関係値がめちゃくちゃね、高まったなーっていう話ではあるんだけど、ここでね、気持ちをね、高めた夜叉姫たちが、麒麟丸にね、改めて攻撃を、してしまうんですよね。その3人の力を合わせた攻撃で、少しね、麒麟丸にダメージを与えているようでしたけど、せっかくその摂政丸様が自身をね、狙うように行動してくれていたので、その麒麟丸自身も、その久しぶりの強者との戦いに、すごいね、喜びを感じていたとこに、水を刺され、さらに、激光させてしまいました。そして麒麟丸は夜叉姫たちに巨大溶火球というね、過去に犬の大将にも放った本気の一撃を、打ち出していくんですが、なんとそれを、摂政丸様がこれ素手でね、かばいに入るんですよね。これなんで素手でってね、ちょっと見てるとき思ったんですけど、なんですかね、強者としてのプライドさえも捨ててしまったものの一撃など、もはや武器を使うまでもないという姿を麒麟丸に見せたかったのかどうなのかっていう風にもちょっと思ったけど、改めてなんですけど、結局僕もこれまでいろいろ夜叉姫の話してきて、やっとね、その摂政丸様の気持ちも分かってきたかなと、勝手にね、思っていたんですが、やっぱりね、計り知れないよ、摂政丸様。そもそも私ごときがですね、摂政丸様のお考えを読み取れる気になっていたこと自体、間違いだったわけです。だからこれも、きっとすごいね、深いお考えがあると思われます。そしてね、一撃はね、その摂政丸様、麒麟丸の攻撃を耐えたものの、ダメージはでかくてですね、さらにこの麒麟丸の放った溶火球っていうのが、相手の白を奪い続けるものなんですよね。で、この白っていうのが、犬夜叉の方でも出ていたんですけど、この生き物にだけ宿る生物を動かす力のことを白と言って、この白と心を形成する魂を合わせた魂魄があることで、その生き物っていうのは生き物としての行動ができるそうです。なのでその片割れである白を失った摂政丸は動くことがね、できなくなってしまったわけなんですけど、しかしこの麒麟丸はですね、まだ戦いを続けようとしているので、非常にその摂政丸様は危機的なね、状況に陥ってしまったんですが、その前に、最後の力で夜叉姫たちをね、黒真珠に送りまして、この黒真珠を通り妖怪の墓場に飛ばされた、夜叉姫たちがですね、諸葉がついにカゴメと、再会を果たしましたよと。これみんなね、うわーっとね、なったところだと思うんですが、最初見た時ね、僕ももちろん、よかったねっていう風に思ったんだけど、繰り返し見るたびに感動がこれ大きくなっていきます。やっぱりね、その14年ぶりの再会になっておりますし、諸葉が一応結び山に行った時に一瞬見かけてはいたんですが、あれがね、そのあの世とこの世の境の景色だったってことと、あと八右衛門からね、麒麟丸と摂政丸に襲われてから犬夜叉とカゴメっていうのは見なくなってしまったよっていうのを聞いていたので、諸葉的にはその両親は死んだものだと思っていたんですよね。けど、この抱かれた時にカゴメの匂いが、昔嗅いだことがあることから本当の母親だと分かり、涙。そ
してね、かごめさんからしましても、大事な一人娘をね、危機からね、逃がすとはいえ、14年間一人にさせてしまったよっていうことがありますから、あえてね、非常に大きな喜びがあったと思われます。そしてね、この再開時時に顔をグッと押さえていたシーンね、もう最初にこれ、なんか怒っているのかと、モロハさんもね、ちょっと可愛い困惑顔をしていたんですけど、そんぐらいね、信じられないことが起きたんだなという表現。で、あとこれ、コメントにあったんですが、前作犬夜叉の第1話で、楓がね、初めて姉の桔梗と瓜二つの顎目を見た時に、もっと顔を見せろとね、ちょっと驚いていたというのを、彷彿させるシーンだったのかなと。そして、次回はですね、犬夜叉ともちゃんとした、再会と、掛け合いがあるそうなので、ここもね、非常に楽しみなポイントかなと思います。そして話変わって、リオン、リクの方もね、また一波乱あるなというところなんですけど、まずですね、このリクさんがなんと、トワに恋をしていたっていうね。これ衝撃の事実ですね。いや、僕は全く気づけませんでした。いや、まさか好きだったとは。いや、驚きですね。しかしですね、なんとそのキリン丸を撃てば、分身であるリクもね、これ死んでしまうよっていうことだったんですけども、リクさんは覚悟はできているし、もう十分生きている証をトワにもらったから未練はありませんと、キリン丸を撃とうとするリオンに命を預けるってね、言うんですよね、これね。いや、もちろんこのリクが死んでしまうっていうような予想の一つではね、これまであったんですけども、いざ現実になってしまうと、なかなかね、衝撃な、事実だったかなと思われます。だからこっから考えられる未来が、このリクが死んでしまうという事実を、トワたちには一切打ち上げずに、キリン丸を倒して、リクも消えてしまうっていう未来か、これもコメントにあったやつなんですけど、そのゆかりの断ち切りで、うまいことね、そのリクを生存させる未来もね、あるのかなと、いや、できるのかなというところですかね。けどとりあえずですね、キリン丸を倒すと決めたリオン、リクは結び山に、向かうみたいなんですけど、そこで何があるのか、何をするのかっていうのは今回ではね、特に明らかにされなかったかなと思います。というのがね、とりあえず、今回半4年シャ姫第38話、東雲のキリン丸。やっぱそこまでキリン丸がタイトルになる話でもなかったように思いますけど、最新話の話でございました。今回も非常にね、すごい話ではあったんですけど、今後さらにね、とんでもないことになってくると思いますので、最終回までね、楽しんでいこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。